はいどうも、歯科医師歯学博士の手塚光樹と申します。よろしくお願いします。今日はですね、当院の YouTube チャンネルの中でも結構その再生数が一番多いのが根の治療をなぜしなきゃいけないんだっていう、歯が一回痛くなったのにそれを治療してで神経を取ったのにもう一回なんかこう痛くなっちゃうことがあるんですけど、なんで私は今その歯が痛くなったのを治した歯をもう一回治してるのみたいな状態ってなんで起こるんですかってやつを動画にしたんですけど、7万再生以上多分見ていただいてると思うんですけど、結構反響が多くて、同じことに悩まれてる方がこんなにいらっしゃるのかと、数が多いんだなっていうのにすごくびっくりしてるっていうのが現状で、根の治療っていうのがなんでしなきゃいけないかっていうのはその動画をぜひ見ていただきたいんですけど、その根の治療をちゃんとやって、その後歯周病の治療もちゃんとやって、かぶせ物の設計、かぶせ物の、始まるポイントですね、その歯との境界線の位置とか形とかをきちっとやると、今までその歯を抜かなきゃいけないと言われていたようなシビアな、ケースに関しても、結構ですね歯が残せるっていうこともありますし、驚くほど、骨がまた再生してできてくるっていうこともありますし、それに付随して例えばですね、銀歯の周りに神経抜かなきゃいけないような状態の方って結構歯茎がドカンと下がっちゃったりとかしてること多いんですけど、その歯茎がまた歯の首根っこですね、この本来の奥歯っていうのはこんな風になっていて、でここの歯茎、これですね、ここのところに本当は歯茎があるのが普通なんですけど、これがこうドーンと下がってる方がモリモリモリっとこうですね、歯茎をこう引き上げてくるような、前歯であれば、この辺にあった下がってしまった歯茎がこの本来の天然の健康な歯のように、ぐーっとこっちに寄り添ってくるような動きをするんですけど、それが実はそのかぶせ物の設計を、この天然の歯と同じような感じでこういう風なカーブにしてあげると、歯茎がこう細胞がですねこう坂道を下ってくるかのようにスーッとこう寄り添うように増えてくるんですけど、そういう現象をうまく利用して歯茎を増やしてくるみたいなことも実は可能になっているので、そんなような事実が実はあるということを、ぜひ伝えておきたいなと思って今撮ってます。根の治療の、方法なんですけど、当然その保険診療でできるような根の治療の、クオリティと、あとは自由診療で、主にやられるような、クオリティっていうんですかね、少しだけ違うんですね。やっぱりその保険診療でできる範囲の材料だけを使って技術をしっかりやって、で根の治療フィニッシュっていうのでも結構いい治療はできるんですけど、ちょっと適用から外れるような材料が今世界ではメインで使われてたりとかする関係で、その自由診療の根の治療の方が、骨を作る能力に長けてる可能性があったりとか、するっていうのは言われてきてます。なので根の治療については、すごく精密にやるということと、あとはその歯の、根の治療している最中に例えば唾液とか吐いた息とかのばい菌がピト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 洗ってるそばからこうドカドカ入ってきちゃって、消毒してるはずなのに違うばい菌がまた治療部位に入ってくるみたいな、そんな現象を避けるために、ラバーダムというゴムのマスクを使ったりとかですね、そういった最低限の配慮をしながらきれいな根の治療をしていくっていうことはすごく大事なんですけど、そこからですね、土台を作ってどんなステップでいくかっていうと、根の治療っていうのはもう一回説明しますけど、ここの、歯の神経がこう通ってるところですね、ここの中をこうきれいにお掃除してあげて、で場合によってはこういうところにこうこっちにこうなんか枝みたいな神経の通り道がある人もいるんですけど、こういうところをきれいに埋めてあげるっていうイメージですね。自由診療であれば MTA セメントっていうセメントを使ったりとかして、流れのいい MTA セメントとかがこういう側枝っていうこの横っちょの枝にもこうやってうまく入り込むなんていうことが言われてますけども、こんなような形で根の詰め物をしてあげて、で次ですね、この大体根の治療をしている方っていうのは、この空間がもうドーンと上までこう上から見るとこんな風に穴が開いているような状況になるのでですね。でここにこう柱みたいなのをこう立ててあげて、でこのスペースをこう埋めるわけですよ。土台という
材料で、今だと樹脂とファイバーポストという刃よりちょっと柔らかくてしなる素材みたいなもので埋めることが多いんですけど、過去にはですね金属の土台を使うことが多かったので、刃よりも圧倒的に硬すぎちゃうので、水分量が失われたその枯れ木みたいな刃に対してすごく硬いものが突き刺さっている状況になっちゃうので、それで刃が割れちゃうっていうことが結構多かったんですけど、今はファイバーポストといって、その柔らかくしなるような素材を使うことで刃が割れにくいようになっているっていうのは、最近の考えです。でそうするとこの緑と青で刃の足の部分と胴体の部分が治療されたような格好になるんですね。その後このままでいるとですね、刃の中にばい菌が入っちゃうと。なのでそれを狩り場っていうのできちっと蓋をしてあげるんですね。でそれについてはもしかしたらなんだこれはどうしたらどうなってるこれは、出たこんな感じでおお、危なかった。でこんな感じになっちゃうので、こうするとまだねばい菌が入ってこれちゃうかもしれないんですよ。土台っていうのはそんなにまだここに境目がここに見えてるわけですから、ここに境目が見えてると、ここに境目が、刃と材料の境目をお口の中にさらけ出したくないんですね。なのでこれを全部ガバッと覆ってやろうっていうので、狩り場というものを作るのが次のステップになります。でその狩り場の、その位置ですね、その位置をきちっとその歯茎が蓋をしてくれるようなことを想定して狩り場を作ってあげて、で歯茎が寄り添ってきてくださいっていう感じの形にやるんですよ。ちょっとざっくりしかお伝えしなくて申し訳ないんですけど、でそうやってやってあげるとこの歯茎がかぶせ物の狩り場のかぶせ物の方にピシッと寄り添ってくるようになるんですね。でそうしてあげると何が起きるかというと、上から見れば全部狩り場で覆われてるんで、ここの境界線はもう全部隠れますよね。口の中にさらけ出されない状態になるわけですよね、狩り場で覆っちゃってるので。で歯茎がもし寄り添ってくれたとしたら、この部分で狩り場と歯茎がくっついているところをばい菌が入ってこれないバリアとして利用できるんですよね。でそれがかなりのミソで、密閉できるっていうのがミソです。でその状態で、長ければ半年間ぐらい狩り場使っていただくこともあるんですけど、こういうところに骨がこうやって溶けちゃってるっていうのは結構多いんですね。こうやって過去にばい菌が入ったことでこんな風に骨が大きく溶けてると、こんな風にして、でこういうところが消毒が終わってばい菌の量を極端に少なくして、で体が治しやすい状況を作ってあげると、この赤くぐじゅぐじゅぐじゅって書いたところが、半年間程度でかなり骨を作って治ってくるっていうこともあります。ここについてはケースバイケースで本当に良くなる方もいらっしゃれば、外科治療みたいなものを併用しないといけないパターンっていうのもあるんですけど、実際には実例としてかなりもうこれはもう抜かなきゃダメでしょ、これもう骨ないよみたいな状態のやつを根の治療して、このような手法でアプローチしたことで、問題なく歯を使ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、骨が僕も驚くぐらいできたっていう方もいらっしゃいますし、人間の治癒力をサポートする治療として、こういった歯を救う方法があるというのは、ぜひ伝えておきたかったので今動画を撮ってるって感じなんですね。で、どうしても歯の治療って、なんで自由診療を勧められるんだと、なんで保険診療でできないんですかっていうふうに思うじゃないですか。で、この治療に関してはなぜ保険診療で勧めることをしてないんですけど、なぜかというと、この治療に関して言うと歯茎のところにこうやって寄り添うような形で設計をしてるんですが、なかなかですねこういったスムースでかつ複雑な形態を保険診療適用の材料で作るのができないんですよね。で例えばですけど、かぶせだと今銀歯か、合成樹脂ハイブリッドっていうんですけど、セラミックと樹脂の合いの子みたいなやつが適用になってはいるんですけど、銀歯になっちゃうと銀歯をそんな形で作っても歯茎ってまず寄り添ってきてくれないんですね。全然仲が悪いので体と仲悪いから下がっちゃう、むしろ。だからなかなか銀歯こんなところに差し込むなんてできないんですね。
で硬さがあるんで銀歯は持つんだけど、その代わり接着剤の劣化とかなんていうんですかね、いろんなことがあってですね、ばい菌を中にもう一回引き込みやすい傾向もあったりします。なのでちょっと銀歯が難しいっていうのがあって、でハイブリッドっていうそのね、白いちょっと適用になってるやつとかあるんですけど、あれもですねそんなに作成する精度そこまで高くないので、こういったような複雑な形態ですね。前歯で言えば先ほどグリーンで描きましたけど、この S 字のカーブみたいな、このぐるーんってこうカーブしてるところ、こんなところカーブをこう描くような形なんかで絶対作れないので、だいたいその歯のそういうかぶせ物の境界線っていうのは歯茎より上に設定するんですよ。こんな感じで歯茎より上だから、歯茎でビシッと蓋をするようなバリアは利用できないです。なので歯茎より上で作んなきゃいけないっていうことがあるので、仮歯の時せっかく歯茎のバリアを利用できてたのに完成品では利用ができないということになると、将来的なもう一度またなんで私治療されてるのっていう状態にまた持ってっちゃうみたいな、可能性が出てくるので、あんまり非現実的ではあるのかなっていうのは思ってますね。でもっと言うと歯の3分の2ぐらいの硬さしかないので、割ってしまうっていうことも、セラミックと比べるとちょっとリスクがあったりしますね。でセラミックに関しては、その歯と同じぐらいの硬さのものもあれば、ジルコニアといって歯よりちょっと硬いぐらいのやつとかもあるので、適宜その方の、状態に合わせておすすめすることが可能ではあります。であとはその昔からやられている手法で薄い金属のバッキングがあって、その上に東西をこう焼き付けて作るみたいな、僕らメタルボンドって呼んだり、東西焼き付け管って呼んだりするんですけど、そういった類のもので最後かぶせちゃうっていうやり方もありますので、そのあたりは適宜ですね、その担当している先生の、ご判断とかもいろいろあると思います。ただ一つ言えるのは、本当にこの歯茎のバリア、歯茎でビシャッとこう蓋をする、歯茎を増やす、その減った歯茎をまた元に戻すみたいなことができるのは、歯と仲がいい東西だったりセラミックじゃないとできないので、そこに関してはちょっとこういったそのシビアなケースですね。すごくなんで私治療されてるの、もしくはもう抜かれるって言われちゃったんだけどどうすればいいのみたいな状態ですね。そんな時に、救世主的な役割をするのはやっぱこの、根の治療とそのかぶせ物の作り方と、あとは当然歯周病の治療ね、歯茎を健康に保つっていうのを3つやって、もらえると非常に、良好なケースだと本当に歯が残ってまだ使えるっていう状態になりますし、銀歯の周り歯茎ドーンって下がってて、色も黒くて歯の根が黒く見えちゃってたみたいなやつも、歯茎がまたミュッときてですね、ピシッとこう元の天然の歯だった時かのような見た目も獲得できるので、一つですね、それを参考にしてもらいたいなと思うんですね。なので今日はですね、根の治療の再生数が多い7万再生ぐらいの動画の、派生系として、私自身がこう目の当たりにしてきた実績とか、他の先生が発表してくださってる学術的なその発表の、経験からちょっと一部その抜粋させてもらって、歯を抜かなきゃいけないと言われて悩んでたりとか、あと同じ歯を何度も根の治療されて、なんでそんなに治療されなきゃいけないのって悩んでる方に向けて作りました。はい、なんか感想はありますか？いきなりカメラの裏に人がいたんだっていうのは分かんなかったと思うんですけど、皆さんは。さっきその根の治療をする前とした後の写真を見せてもらったんですけど、はいはいはい、本当に歯茎が歯に寄り添って、再生したっていうんですか、増えたのを見たので、えって衝撃を受けました。はいはい、そうだよね、それってこういうことだよって見るのが分かりやすいだろうからと思って見せたんだけどね。はい。ね、そう。すごいですね。人間の治癒力っていうのがまずすごいのと、その体の構造をうまく理解してそれを逆に利用してやるような歯科治療を行うと、結構体をサポートできるんだなっていうのはそういう日々感じますよね。だからその辺はね、はい、そうなので皆さんまだ諦めないで、その体の治癒力をサポートしてあげればなんとかなるかもしれないので、はい、はい、なので、ぜひ歯を長く健康に保っていただく参考にしていただければ幸いです。
はい、それでは今日はこれで失礼します。